はい、お牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いしますね。12星座共通になりますけれども、2月の星のエネルギー解説、別の動画で解説していますので、よかったらそちらもご覧ください。2月ってとっても大きな星の動きがありますのでね。はい。いきます。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの8、節制、逆、ワンド5の逆、カップキング、そしてワンドの3、忍者。そしてペンタクルス、エース逆ですね。気をつけることや対策が、ペンタクルスのクイーンの逆と、カップ2の逆、そしてオラクルは、じゃん。ソードエースですね。はい、ソードエースの逆位置です。なるほど。まず星で見たときに2月の前半っていうのは非常に社会運が開かれています。外の世界が明るいとか、外の世界というか仕事だったりとか、環境ですね。今自分が所属している環境とのつながりが強いし、何かしら自分が外に行く機会とか、仕事をするとか、役割を担うとか、責任を背負うとか、そういった機会が多くなるんじゃないかなって感じがします。そして2月4日以降ですね、天王星が順行に戻りますので、これは大志田さんにとっては今までも別に悪かったわけじゃないけど、なんとなく空回りしていたとか、なんか頑張ってることがあまり結果が出てないなと思っていたことが、やっとスムーズになってくるっていう感じです。やっとスムーズになります。で、この2月から特に4月の末までの間に、何か自分が建設的に行っていくことが非常に確信できるっていうのかな。自分で、うまくいってるっていうふうに生きやすい。で、それが特に4月の26日以降っていうのは、経済的に潤い始めたりとか、お金になったり、自分の価値っていうのがもっと上がっていったりっていうことなんです。そこに向かっていくための何か建設的な動きがスムーズだよっていう流れがあります。そして、そうですね。で、2月の14日からですね、土星という、29年で回る星が、惑星がね、お羊座に入るっていうことなんですけど、大志田さんにとっては、実はそんなにそれを感じにくいかもしれません。どちらかというと、これまで大変だったことが抜けていくとか、これまでなんとなく犠牲になっていたことから、もう、自立していくみたいな、なんかそんな流れがあるなと思います。で、これ2月からなので、やはり、2月から8月までのこの前半の間で、自分がそういう何かから席を立つっていうのかな、状況から席を立って自分の進みたい方に行くみたいな、なんかそんなイメージなんです。自分の行きたい方向に行けるとか、何かを、流されることなく自分で立っていくみたいな、なんかそんな感じがあるので、そういうドラマがあるんだろうなとは思います。この半年間でね。で、この2月の前半っていうので見ると、特に自分が生きる世界、環境っていうものは恵まれていますよということです。自分がいくらでも頑張ろうと思えば頑張れる、土壌があるよということですね。で、カードで見たときに、入り口がカップの8なので、なんか、大志田さんにとって、本当に目指すところが見えてきたっていう感じかもしれませんね。カップの8って、このデッキって分かりやすいんですけど、ここになんか、星を見つけたみたいなね、感じがあり、本当の自分の目的を見つけた、やっぱりこっちだ、こうしたい、みたいな、そんな感じです。ただそこに至るまでに、やっぱりいろんな状況っていうものがあり、例えば経済的な生活費かかるしなとか、これにこんなになんか経費がかかるしなとかっていうのもあるかもしれないし、例えば家族のこととか、職場のことにおいても、スッと行くっていうよりも、いろんなものが一緒にごちゃごちゃになって、それをどのように整えてやっていくかっていうことも一つのテーマだったって感じがするんですね。それすごく頑張ってらっしゃるなって思います。そこに飲まれてしまうわけじゃなく、大変だけどなんとかいろいろこなしてるし、もう少しそれをスムーズに自分でなんとかできないかなって思ってらっしゃるっていう感じですね。でも十分なんか
十分やってる感じがします。そして現在のところでは、すごく大人な精神というか、大人な意識があり、ちゃんと自分で自分のことを見ていて、自分の中にある優しさも見失っていないし、えっと、なんか、自分自身が腐ってないっていうかな、自分のいいとこも分かってるし、自分の得意なところも活かそうとしてるし、他者に対しても優しくしてるみたいな、そんな感じがあって、これ誰か、すごく、この動画を見てくださってる方の中で若い方であれば、その上司とか先輩とか、親とか、そういう目上の人からすごくサポートを受けてるということもあるでしょうし、いや、ご自身がもうそこそこいい年齢ですよという方にとっては、ご自身がそういう状態になってる。人に優しさを分け与えるほどの余裕があるっていう感じがしますね。とてもいいですね、これは。やっぱり人ってね、肩の力を抜いて、なんか余裕があると自然とうまくいくことって多いですよね。そんな感じがします。そしてここから何か新しいそのビジネスの話とか、新しい人生の意気揚々とした希望みたいなのが見えてくる感じがしますね。今すぐじゃないんですけど、きっとこうしてああなっていくよね。見通しが明るいな、みたいなそんな感じです。で、お仕事だけじゃなくても、なんか人生の流れが自分の中でちゃんとなんか見通しが立つって感じかな。こうしていけばいけるし、こうしてやっていけばやっていけるし、自分が今これに対して自分が情熱を持っているみたいなそんな感じかもしれません。で、そしてゆっくりゆっくり一歩ずつ進んでいくって感じが出てますね。焦らず、ゆっくり一歩ずつです。そしてさらには、なんかちゃんとこっちだよって教えてくれる、なんかヒントが常にあるって感じがしますね。本当に何にもないところで手探りでゆっくり進んでいくっていうのではなく、こっちかなって思ってる時に、そっちだよっていうなんかお知らせが来るみたいな形で、きちんと登っていけるって出ています。そして、その後ペンタクルスのエースということで、本当に自分にとって大事にしたいもの、価値あるものっていうものを、ちゃんと自分が手にして、進んでいけるフェーズに入っていくよっていうメッセージですね。これは。いいですね。可愛いですよね、うさぎさんが。このコインを持ってるっていう絵ですけども。そして気をつけることや対策として言われているのがカップルにとペンタクスのクイーンなんですけど、ここでね、もうすでに持つわけです。自分にとっての価値とか、これで大丈夫とか、やっぱりこれを自分の指針にして生きていきたいとか、そういう思いですね。で、それがあるから大丈夫なんですけど、なんかもっと賢くならなくちゃとか、もっとなんかスムーズにことを起こさなくちゃみたいに思う必要はないよっていうお知らせですね、これは。なんか十分なんです。この自分の中に優しさがあり、情熱があり、慎重に一つずつこなしていくって十分なんですけど、なんかどこかでもっと自分は早く進まなきゃいけないんじゃないかとか、もっと自分に必要な知識がいるんじゃないか、情報がいるんじゃないかとか、勉強しなきゃいけないんじゃないかみたいな、そういう気持ちになりそうだなと思ったので、楽しく勉強していけるとか、楽しく身につけていきたいのであればいいですけど、足りないからやるっていう感じではないなっていう感じがします。もうすでにあるから、ここに。そして、人との関わりですね。それはとてもいいです。なんだか自分の思い込みに気づかせてくれたりとか、いい刺激をもらえるような関係性があるのかなと思いますし、そういう人を求めていくのもいいと思いますね。ちょっと相談してみるとかもいいと思いますし、ご飯食べながら何か話をしてるだけで、なんかスーッと外れていくっていうのかな、自分が、そうだったなみたいな感じで気持ちが楽になったりとかしていくんだろうなと思いました。そして最終的に、トータル的に言われているメッセージとして、オラクルがこのソードのエースという、そしてこれが逆位置なんですけど、何かやっぱチャレンジしていきたいんだなっていう感じがあります。で、どちらかというと、お医者さんがチャレンジしていかなくちゃいけないって感じてるのかなと思ったんですね。なんか希望もあるし、これからこうしていきたいなっていうのも見えてるから、進んでいくんですけど、なんか自分が進める分だけじゃなくて、もっと早く進まなきゃとか、もっとできなきゃいけないっていうふうに、ちょっと自分にプレッシャーをかけているような感じがしました。さっきのカードも見てもね。これはご自身の気づきによって、いくらでも正位置に変わると私はいつも思ってるんですけど、本来は
お医者さんはすでに持ち合わせているんです。お医者さんだけの感性というものを自分のなんていうのかな、感覚で感じられる、五感で感じられる何かっていうものが、センサーがあるはずなので、そのセンサーを使って、ただ人生をその時その時決断して進んでいけばいいんだよ、みたいな、そんなメッセージだと思ったんです。でもそこに何かこうプッシュするようなエネルギーを自分で自分にね、こうプッシュしてたとしたら、速攻しなくていいよ。もうちょっとちゃんとゆっくりでいいよ、みたいな感じがしました。はい。ちょっとお仕事のこと見てみますね。まあ、社会運がある時ですから、頑張ったら頑張っただけ成果出るんじゃないかなって思いますけどね。カップの5、スター。カップのページということで、やっぱり仕事チャンスありますね。非常にチャンスあります。なんか、やっぱりダメなんじゃないかなって思ってるのは自分の思考だったっていう感じがして、ダメかどうかはわからないですよね、全く。自分がダメだと思ってるからそこまでの結果しか自分で出さないみたいな感じがあって。でも今言われているのは、この時期なんかそういったことに気がついて、なんていうんですかね、感情的に一旦諦めるみたいな感じから復活するみたいな感じがあるんです。なのでお仕事も、もうダメかもなとか、しんどいなって思いながら、でもこれって恵まれてるよねとか、でもこういう部分ではいいよねみたいな、なんかこう上がって下がるんじゃなくて、下がってから上がるみたいな感じです。感情的に。でもやっぱりこれってすごく恵まれてることだよね、みたいな、そういう感覚があり、で、その中でやっぱり、じゃあ自分ができることをやろう。やっぱり自分の求めていることを求めていこうみたいな感じがあります。このスターっていうのはやっぱり希望とか理想を掲げるっていうカードなので、理想が出てくるのか、仕事としてまさにこれは私の望んでいる形だわっていうチャンスがあるのか、そしてそこから、なんか謙虚にそれを楽しんでいるっていう感じがしますね。謙虚に楽しんでる。そんな感じかな。ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係。節制ですね。カップ10。ストレングスということですごく強い、関係性とってもいいです。この2月の前半ね。さっきもここで節制の逆位置が出てるんですけれども、本来はすごくご縁がある人、もしくは家族だったり、パートナーだったり、親子だったりとか、そういう人との関係性において少し何か調整が必要なのかなって感じがします。でも人ってなんか仲がいいからこそ甘えるとか、不平不満を言うみたいなのもあって、特に親子とかだったら、親にしか言えないこんなことみたいなことを言ったりとね、子供が言ったりとか、そういう意味でこう、いろんな側面が見えて、それに対してうまく調整してるなって感じがあるんですね。なので家族とか、家族のように親しい人とか、ビジネスパートナーとか、何か重要な人との関係性において、こう、ちょっと上がったり下がったりっていうような感じがありますが、でも関係性は切れないんだなって感じがします。なんかもう疲れたな、ちょっと距離を置きたいなとか思っても、距離を置いたとしてもまた、何かで、つながるし、なんか、そんな感じですね。つかず離れずでうまく調和をとっていくっていう感じがあるのと、あとですね、それ以外のことに関しては非常に、恵まれています。それ以外の家族のことだったり、また家族のような親しい人との関係性においては、ものすごく恵まれています。お医者さんの良さを相手も分かってくれてるし、そこに調和がありますね。満たされている、受け入れられているって感じがとてもあります。なので、基本的には非常にいい豊かな関係性の中で、一人か二人ぐらいは調整する人がいるけど、基本的には、関係性に悩まされるってことはあまりないんだなって感じがしました。はい、そんな感じです。何か通じたよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。では、最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。2月の前半です。
うかな。はい、どうでしょう。このカードを見て何か感じるものがあれば、ご自身の直感で、五感でメッセージ受け取ってくださいね。いいですね。何かこうやっぱり直感的なものを受け取ったりとか、ビジョンが見えたりとか、さっきのお仕事でも本当に理想を掲げるっていうのがあるので、ご自身から何か湧いてくるんじゃないですか？情熱とか、こうしたいなみたいな思いが。はい。ということで、ここまでにしておきます。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。